こんにちは、シャチパンです。さて今回はガーミンのスマートウォッチベニュー3とビボアクティブ5のレビューをしていきたいと思います。ガーミンのスマートウォッチというとスポーツに特化していてアスリートがつけているイメージがあるかもしれませんが、分析性能に定評があり、今回ご紹介するモデルはその分析性能を生かしつつ健康管理も意識したモデルとなっています。先に言ってしまうと実際使ってみてその精度には本当に驚かされたので、アスリートも愛用している意味が分かりました。果たしてその実力はいかほどのものなのか、これから紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は特徴、外観、健康機能、運動機能、便利機能、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは特徴です。ガーミンはアメリカの会社で、創業は1989年。創業者であるゲイリー氏とミン氏の2人の名前を取り、ガーミンと名付けられました。創業当時は航空業界の GPS ナビゲーション製品が主力でしたが、現在では徐々に拡大し、航空、海洋、自動車、アウトドア、そしてフィットネス市場におけるトップブランドとして知られています。スマートウォッチ業界はスマホメーカーが大半を占める中、ガーミンは GPS 製品からの参入であり、分析性能に定評があります。生まれた畑は違えど、世界シェアは高く人気なブランドです。展開シリーズは他社と比較してもかなり多く、このように様々なシリーズがあります。おおよその価格帯順で並べています。最上位のマークから始まり、ダイビングやランニング、ゴルフ、タフネスモデルなどの幅広い専用モデル、そして運動機能を網羅しつつも健康管理も意識したモデル、これが今回ご紹介するモデルとなります。この両モデルの大きな違いは後でも触れますが、サイズ、センサー、音声アシスタント、通話機能、バッテリーで、その他はメニューまでも同じです。バッテリーはベニュー3で14日間、ビボアクティブ5で11日間も持つとされています。実際使ってみてもだいぶ持つなという印象でしたので、困ることはないでしょう。続いて外観です。右がベニュー3、左がビボアクティブ5となります。並べてみるとサイズ感はだいぶ違います。ベニュー3のサイズは直径 45mm、ビボアクティブ5は 42.2mm となります。ディスプレイは両方有機 EL。視認性は抜群に良く、明るい昼間でも文字が読みづらいといったことはなく、十分な明るさを持っています。表面ガラスは強化ガラスであるゴリラガラス3を採用。傷がつきづらいでしょう。デザインは両方すっきりした丸型デザイン。ベゼルはベニュー3がステンレススチール、ビボアクティブ5がアルマイト加工されたアルミニウム。高級感はベニュー3の方があるでしょうか。タッチパネルの反応は良好。問題となることはないでしょう。上下にスワイプすることで各種メニューが確認でき、詳細はタップすることで見ることができます。このメニューは自分の好みに合わせてカスタマイズできます。これは嬉しい機能です。サイドにはボタンがそれぞれ、ベニュー3は3つ、ビボアクティブ5は2つあります。上のボタンはアクションキー。押すことでアクティビティやアプリを開くことができます。長押しで各種コントロールメニュー。下のボタンはバックキー。押すことで前のページに戻ることができます。かなり使うボタンです。長押しでは各種設定やアラーム機能を開くことができます。中央のボタンはショートカットに登録したアプリや、長押しでスマホの音声アシスタント機能を起動させることができます。今日の天気は少し複雑に感じますが、慣れるとなんてことはないです。バンドは幅 20mm のシリコンバンド。やや柔らかで滑らかな手触り。
装着感は違和感なく、重さもほとんど感じません。カラー展開はベニュー3が黒と白、少し小さめサイズのベニュー 3S という女性向けモデルもありますが、そちらは5色展開、手首の細い方におすすめです。ビボアクティブ5が黒、アイボリー、ブルー、オーキッドの4色展開。今回のビボアクティブ5はオーキッドの色となります。なかなかおしゃれなカラーです。次に健康機能です。健康管理も謳っているモデルだけあって、かなり力が入っている部分になります。まずスマートウォッチの健康管理で最も重要となるセンサーは心拍センサーですが、今回両モデルとも進化しました。ご覧のように両モデルで数や配置が異なりますが、ビボアクティブ5は第4世代へ、ベニュー3では上位シリーズに搭載されているものと同じ第5世代となりました。センサー数も6個に増え、ガーミン史上最高精度のものです。心拍は日々の体調、病気の予防や早期発見のほか、消費カロリー、運動強度など分かることが多いので、精度が高いのに越したことはありません。心拍数はメニューからこのように1日の推移と現心拍数を確認することができ、消費カロリーもメニューから確認できます。青い部分が基礎代謝による消費カロリー、赤い部分が歩いたり運動したりすることにより消費したカロリーです。基礎代謝ははじめに身長と体重を入力することで自動的に計算されます。それ以外に面白い機能はストレスレベル。これは心拍変動に連動して計測されます。シャチパンの場合、会社に行くとストレス値が上がるのは本人が言うには当たり前として、飲酒した場合も心拍数が上がり、たちまちストレス値も上昇します。体に対してのストレスという意味では正しく、高精度な計測がされていることがわかります。また、睡眠分析機能も優れています。睡眠不足は生活習慣病の発症リスクを高めます。そのため、睡眠の重要性はどこでも謳われていますが、日本は先進国の中で最も睡眠時間が少ないことが分かっています。睡眠分析はスマートウォッチをつけたまま寝るだけで、心拍数や体の動きから自動分析されます。分析されると睡眠のスコア、時間、質が表示されます。サイドのボタンでより詳細の説明が見られ、下にスライドすると深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠がそれぞれ何時間あったかを確認できます。すべてがスマートウォッチ上で確認できるのはいいですね。この睡眠分析の精度は驚くほど高く、例えば安いスマートウォッチなどで見られるなんとなくそれっぽいスコアを出すものとはわけが違います。例えば飲酒して寝た際、よく寝たはずなのに次の日なんだかだるいなって感じたことはありませんか？そんなケースでも睡眠スコアが低めに出て、自分の感じる体調とおおむねマッチしています。その他には睡眠、ストレスなどのデータに基づいて、ユーザーのニーズに合わせて睡眠のアドバイスをしてくれる睡眠コーチ機能や、今回から10分以上の昼寝を検出し、それも含めた分析ができるようになりました。あまりに短い昼寝だと検出しないこともあったので、15分以下の昼寝の場合は手動検知で設定すると良いかなと思います。続いて運動機能です。ガーミンといえば運動機能に定評があります。本機には GPS が内蔵されているので、スマホを持ち歩かなくても運動することができます。日本の衛星導きにも対応しているので高精度です。ワークアウトもご覧のように多くあり、十分な数かと思います。筋トレのワークアウトはベニュー3ではアニメーション解説がつき、ビジュアル的に分かりやすくなっています。さて、今回のワークアウトもランニングを選択。いつものように5キロほど走ってきました。走っている最中はこのように
心拍数、距離、時間がシンプルに表示されます。運動後はワークアウト記録メニューからタイムや速度ペース、心拍推移、消費カロリー、ベニュー3には気圧高度計も搭載されているので、高度推移データもあります。それから消費ボディバッテリーが確認できます。ボディバッテリーとは、いわゆる体の HP のようなもので、睡眠で回復し、普段の生活や運動で消費していきます。先ほどの睡眠分析と運動機能を組み合わせて数値化しているユニークな機能です。実際に使ってみましたが、確かに体がだるい時などに確認すると数値は低く出ており、体の状態にマッチしていると実感できました。試しにお酒をたくさん飲んで寝てみたんですが、20くらいしか回復していませんでした。ホイミ以下です。なぜガーミンのデータ分析はここまで正確なんでしょうか。それには理由があります。ガーミンのデータ統計にはファーストビート社の技術が用いられています。ファーストビートとは2020年にガーミンが買収した企業で、多数のスマートウォッチメーカーに対して心拍データを解析・提供してきたフィンランドの企業です。20年間蓄積された10万を超えるデータをもとに、高度なスポーツパフォーマンス分析や睡眠、ストレス、消費カロリー、日常生活のライフログデータなど、これらを横断的に分析することでガーミンの計測技術を支えています。多彩なセンシング機能がいくらウォッチに搭載されていたとしても、結局のところそのデータをどう使うかが最重要です。そういう意味でガーミンは信頼のおけるブランドと言えるでしょう。なお、詳細データは過去データ含めアプリ上でいつでも確認することができます。アプリ上ではさらにフィットネス年齢というものがわかります。フィットネス年齢とは、実際の年齢と比較した場合の体の年齢の推定値を表します。毎日の活動やトレーニング頻度、最大酸素摂取量、心拍数、BMI などを駆使し、個々に合わせて目指すべき理想的な目標年齢も提示されるので、モチベーション維持につながるでしょうか。続いて便利機能です。個人的に便利だなと感じた点も含めて4点ご紹介します。1点目は通知機能です。 LINE のメッセージや着信など、スマホでの通知をバイブレーションで知らせてくれます。スマホをポケットに入れて気づかないケースもあるので便利だなと思いました。このバイブレーションはアラームにも対応しており、目覚まし時計にも活用できます。なお、ベニュー3のみ着信に対して会話することができたり、音声アシスタント機能を使うことができます。何本2点目は電子決済です。Suicaにも対応しており、このように改札もかざすだけで決済完了です。Suica以外では PayPay 銀行、三菱 UFJ 銀行、ソニー銀行で発行されているビザデビットカードでの決済に対応しています。3点目はコネクト IQ です。これはお好きなアプリやウォッチフェイス、音楽ストリーミングサービスをダウンロードできるサービスです。数はそこまで多くないですが、このように選べ、気に入ったものをダウンロードできます。音楽ストリーミングは Spotify や Amazon Music などメジャーどころは抑えており、ウォッチ内に音楽をダウンロードできます。内蔵メモリはベニュー3で 8GB、VivoActive 5でも 4GB あり、4GB でも最大650曲の音楽データの保存が可能です。4点目はスマホ探索です。スマホが見当たらないって時にスマホを鳴らすことができます。これが意外に便利です。次に価格です。ベニュー3が税込み6800円、VivoActive 5が39800円となります。ベニュー3はガーミンのヘルス&ウェルネスカテゴリー内でハイエンドモデルだけあって価格も高いですが、VivoActive 5の方はガーミンのラインナップの中でもお求めやすい価格帯ではあります。この両者に
この価格差だけの価値を感じるかは正直人それぞれかなと思うほど、ビボアクティブ5の方も完成度が高く、この両者を腕に巻いて過ごした印象としては、軽いランニング程度ではそこまで大きな差を見つけることはできませんでした。冒頭でも取り上げましたが、サイズやデザイン、センサー精度、音声アシスタント、通話機能あたりに魅力を特に感じなければ、ビボアクティブの方でも全く問題ないでしょう。続いて気になったところです。3点ほどご紹介します。1点目は少々癖のある UI です。これは多機能であることも関係しているところですが、それにしても直感的に分かりづらい部分があると感じました。例えば睡眠モード画面の解除です。睡眠モードとなるとこのような画面となり、手首をひねっても画面が光らず眩しくないのですが、これが初めに設定された睡眠スケジュールと連動しています。例えば22時に寝る設定としていたら、22時過ぎるとこの画面になってしまいます。この画面の解除は右下ボタン長押しからの設定画面、ユーザープロフィールの中にある睡眠スケジュールを変更するか、1回だけの解除なら右上ボタン長押しの睡眠モードからも解除できます。いつも規則正しく寝る方は問題ないかもしれませんが、そもそも睡眠検知ができるのですから、そちらに任せる設定があってもいい気がします。アイコンも初めは直感的にわからないものがあり、ここらはスマホメーカーに一日の長があるように感じます。2点目は充電です。このむき出しの端子に USB ケーブルを接続し充電します。バッテリーがだいぶ持つので充電の頻度は低いですが、やはりワイヤレス充電に対応してほしいと感じました。3点目は二度寝した時の睡眠認識です。このスマートウォッチは寝るときは自動認識ですが、起床時はこのような画面が表示され、ここをタップし自分で起床したタイミングをウォッチに記録します。これは夜中お手洗いのために一度起きた時や、不意に夜中目覚めてしまった時など、あえてマニュアルで操作することで精度を高める狙いがあるようです。ただ起床入力した後にうっかり二度寝してしまうと、その時の睡眠は加算されませんでした。これはシャチパンだけかもしれませんが、シャチパンは結構二度寝してしまうぐうたらな人なので、よし起きようとボタンを押しても気づいたら寝ていることがたびたびありました。押したら起きるを心がけようと思いましたが、欲を言えば起床も自動認識するモードも追加してほしいですね。最後に総評です。今回はガーミンの人気の2機種を紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。気になったところはもちろんあったのですが、いずれも慣れで解消できる項目であり、何よりも高機能なセンシングと優秀な分析機能に驚きました。実際に使ってみて、睡眠時間は足りていたけど、今日はなんかいつもより疲れてるなーって日は数値でちゃんと表示されます。世の中にはセンシング機能だけあって、なんとなくそれっぽく見せているおもちゃ寄りのスマートウォッチが多い中、本機は本物だと感じました。運動習慣があり健康意識が高い方はベニュー3、健康管理をこれから意識していきたい方や、スマートウォッチを初めて持つって方はビボアクティブ5となるでしょうか。本動画でスマートウォッチに興味が湧いたって方は、本製品に限らずぜひ検討してみてください。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。